ちょっと時間があるんで、旅の荷物を紹介したいと思います。場所は東南アジアで、4月から3ヶ月間ですね。とりあえず服からかな。ちょっとね、服は今洗濯、あっち洗濯今袋入れてるんで、これが全部ではないんですけど、とりあえずパンツ3つ、靴下3つ、この黒い T シャツと黒いズボン3セットできたんですよ。もうこれユニクロで買ったんですよね、全部。来る前に新調して。で、これがですね、今4セットあります。この T シャツとズボン4セット。ベトナムのユニクロで買って全部で4セットになりました。で、靴下も4セットあります。で、3セットでも回せるっちゃ回せるんですよ、服。だけど、一回その洗濯をですね、ランドリーサービスに出した時に、仕上がりがちょっと遅くて、あ、服ねえやんとか思って、で、1セット買い足して今4セットで、パンツなんですけど、僕パンツ最近履いてないんですよね。なんかもういらんなと思って。別にこのズボン直接履いたところで、なんか支障もないし、別にいいやと思って。最近はパンツをもう履かないようにしてるんで、多分次旅行行く時もこれもう置いてくと思う。全然使ってない。で、このポケッタブル、これこういう感じの上着なんですけど、ベトナムに来た時まだちょっと肌寒い感じだったんですよね。20度ぐらいで。なのでこれも一応ね、2セット持ってきてるんですね。で、ポケッタブルなんで、こういう風にちっちゃくまとまるんで、これは結構便利ですね。ベトナムだとでも冬があるらしいんで、冬はちょっとこれだけだときついんですけど、で、これ、ウルトラライトダウン、僕全部ユニクロなんですけど、これは今回いらなかったんですよ。でも、日本にいる時がまだちょっと寒かったんですよね。4月の始まりだったんで。で、このウルトラライトダウンはまたこれもちっちゃくなるんで、これぐらいだったらいいだろうと思って持ってきたんですけど、でも結論から言うと、これ邪魔ですね。もうこんなサイズでも邪魔。だからもう来る時は余計なものはもう持ってこないっていうのがもうほんと鉄則かなって今回反省してます。で、日焼け止めとか洗顔とかっていうのは、現地でも買えるので、最初飛行機で持ってこなくていいなっていうのはありますね。こういうフロスも売ってるっちゃ売ってるんで、別に買って持ってくる必要なかったなっていうのがあります。僕フロスはご飯の時、ご飯食べた後に毎回やるんで、これはタイで買いました。これ安かったっす。100バーツで6個ぐらいじゃなかったかな。安物だと、すぐ切れたりとか、歯の間に入りにくいとかあるんですけど、これはまあまあ、いいですね。でも日本製の歯の間に入りやすいやつがあって、あれが一番良かったけどな。で、タオルなんですけど、僕タオルは、基本持ってなかったんですよ。でも、前回泊まった家みたいに、タオルがない家とかに泊まると、どうしても買わなくちゃいけなくて、前回の家でちょっと買ったやつが、ここにあるんですよ。タオルは持っといた方がいいっちゃいいですよね。でも僕荷物がパンパンだったんで、ちょっとタオル途中で捨てたりとか結構もったいないことしてたんですけど、基本セットとして持っといた方がいいですね。で、バスタオル僕厚手だし乾かないんで嫌なんで持ち歩きたくないんで、風呂の時もこういうもう短いタオルで全部済ませますね。全然問題ないですね、僕の場合は。単発だし。これはね、靴の匂い消しみたいなやつなんですよ。靴がですね、僕どこ行った靴、一足しか持ってきてないっていうか、一足以上持ってきても邪魔になるだけなんで、あと現地でスリッパ買うとか、そういう感じでいいと思うんですけど、なのでこういう、リフレッシュって書いてあるように匂いを消すやつ、これ日本の靴屋さんで買ったんですけど、スニーカーケアデオドランドジェットスプレーっていうのかな、ちょっとピシュッてやると匂い取ってくれるみたいな感じらしいんですよね。完全に取り切ることは多分難しいと思うんですけど、こういうのじゃなくてもファブリーズとかでも代用は効くとは思いますね。で、こっち行くとコロコロ、僕これ必需品なんですよ。洗濯した時に自分で洗濯機入れて回して乾燥かけたりするともう毛だらけになったりするとこがあるんですよね、絶対ね。で、あれはこれじゃないと取れない。コロコロじゃないと。で、毛だらけのまま着たくないし、これは必需品ですね。僕はちょっとかさばるけど、これは必需品と。で、この中に入ってるのなんだ、これは
コンドームとか入ってるけど、これはね、ちょっとあれなんですよ。前、タイに行った時にキスマークをめちゃくちゃつけられて、それを消すためだけに買ったやつ。ちょっとこれは別に関係ないんですけど、コンドームも使わないとねって感じで。あとこれもキスマークの跡を消すためになんか医薬品みたいな。で、これは歯ブラシのブラックイズホワイトの粉の歯磨き粉なんですけど、こっちにこれ僕が使ってる電動の歯ブラシですね。これなんかメンタリスト DAIGO がおすすめしてて結構気に入ってるんですけど、いいと思いますね。やっぱり電動なんでちゃんと汚れも落としてくれるし、なんかいつもより歯はツルツルしてるなっていうのを感じます。ついでにこの電動のひげ剃りですね。毎回T 字のやつとかで剃るのは大変なんで、こういうのを用意してます。で、鏡はいらないと思ったんですけど、前回ベトナムで買いました。鏡のない部屋とか、鏡が見にくい部屋とかのためにこういう鏡は100均で買いましたね。で、これは下ブラシですね。下ブラシもたまにやってちょっとね、息が臭いと嫌なんで。で、この綿棒はこういう風にもう入れて、箱の状態のやつあるじゃないですか。箱の状態だと結構かさばるんで、こういうのにもう入れ替えてこういう風に持ってます。風呂入るたびに僕はやりたい派なんで。で、ここに眉毛を整えるやつとか、あとね、僕昔巻き爪になったことがあって、すごいひどい思いしたんですよ、痛くて。で、そのためにこういうニッパーを持ってるんですよね。またなった時のために。最近は全然ないですけどね。でもこれ飛行機の持ち込みの時にチェックされるんですよ。で、ここの刃の長さが規定内だったら飛行機の中に持ち込めるんで、これは大丈夫なんですけど、毎回聞かれたりしますね。だから機内持ち込みはこれ多分1回検査されますね。で、これは眉毛剃り、あと爪切りですね。爪切りもありますね。で、これはだからこういうひげ剃りとかをまとめて入れとくようなものです。あと充電器とかね、いろいろ入ってますね。で、こんな感じで、これを来る時に買って持ってきたんですよ。これ変圧器と電源、日本の電源に変えれるやつっていう、ここに USB が挿すとこがあって、USB タイプの充電器も使えると。で、これいいんですけど、ちょっと重たくて、ベトナムとかタイって、変圧器がいらないっていうか、なくても大丈夫みたいな感じらしいんですよね。でも電源挿す時に絶対バチッとかなるんで、ちょっと怖いなとは思うんですけど、あった方がいいと思うんですけど、ちょっと重たいんで、これは要検討ですね、次回は。もしかしたら違うコンパクトなやつにするかもしれないし、ただこの USB は必要なんで、USB だけのやつを買うとかね。そんな感じですかね。よし、第2弾。ちょっとね、ごちゃってしてるんですけど、まずパソコンですよね。これはもう命なんで、これが一番大事。これでお金を生み出さないといけないんで。で、スマホですよね。もちろんスマホも大事。これはパソコンの次に大事。で、その充電器。で、これは日本の、これはベトナムのコンセントに使える。で、ここを開くと日本のコンセントとしても使える。っていうのも僕持ってきてたんですけど、充電器。ちょっとなくしちゃって買いました。んで、これはパソコン用のイヤホン。これは Bluetooth イヤホン。ここに入れると充電されて、こうやって充電何%ですよって表示されるやつ。これ安かったですね。Amazon で2、3000円あったと思うんですけど、来る前に買いました。で、これはマウスの充電器だな。で、これはパソコンと携帯のデータ通信用のケーブル。一応充電器にも使えるけど、充電速度は遅いですね。で、これがモバイルバッテリー。一応ね、緊急時用に持ってます。で、こいつがですね、ハードディスクとかね、ここに1個ちょっと今出てるんですけど、ハードディスク、これが2テラかな
2テラで、これが1テラ、ここにあるのが500ギガバイト。ちょっとね容量がいっぱいになっていったんで、どんどん買うことになったんですけど、これ全部日本の Amazon で買いましたね。この2テラも Amazon で買って持ってきてて、で僕最初これ今 GoPro で撮ってるんですよ。で GoPro なんですけど、最初 4K とか 5K で撮ってて、もう容量がやばいなと思って、最近はもう、フル HD1920 の 1080、YouTube アップ用ぐらいに落として、そしたら結構容量保ってるんで全然足りる感じなんですけど、これはハードディスクケースとか、このメモリーカードですね、メモリーカード入れてたりとかって感じで、あとこれはなんだ、これはちょっとタイで買ったマイクか。これ使い道がないやつ。これはウェブカメラ、パソコン用のウェブカメラですね、 USB の。これ Zoom とかで打ち合わせとかするとき用のですね、一応持ってきてます。でこれ PC 用のマイク、打ち合わせ用で、 PC 用の録音マイク、これタイで買ったんですよ。これ2000円もいかなかったと思うんですけど、全然これコンデンサーマイクで全然使えると思います。まだ全然録音してないですけど、いずれ録音これでしようと思って買って持ってますね。で、これか。これは痛み止めですよね。でボールペンと、これはですね、なんていうんだっけ、これワコムのペンタブですね。ペンタブ、こうやってパソコンで書けるやつ。たまにサムネとかね、マウスじゃ難しい時とかあるんで、こういうペンタブ使ったりするんですよね。これにね、レシート関係とかをここに入れてて、ずらっと領収書ですね、経費とかのこの中入れてますね。でこの中に、この中も領収書とか、あと書類とかですね、陰性証明書とか保険の書類とか、こういう感じで入れてますと。でウエストポーチ、これ最初もう必需品だと思ってて持ってきてたんですけど、これ Amazon で買ったやつなんですよ。安いんですけど2000円ぐらいかな。でこの中に内側にもこういう風にポケットがあって、ここにパスポートとかカード類入れとくとスキミング防止機能みたいなのがついてるんですよ、これ。だからこれも持ってるんですけど、最近はもうなんか財布使ってますね、普通に。全然これあんま使わずにリュックの中入れたりとかしてますね。で Google Watch じゃなくて Galaxy Watch だ。 Galaxy Watch、 最初は Google 翻訳使おうと思ってこれで買ったんですけど、 Galaxy Watch ちょっと音量ちっちゃくて最大にしても、最近これ Google 翻訳としては使ってなくて、もう万歩計みたいな感じになってますね。あとはファッション的な感じで今はつけてます。でこれはスマホスタンド、こうやって開いて、ここにスマホをこうやって置いて、なんか動画見ながら作業するときとかいいと思いますね。これはどこで買ったっけな。これもタイだな。タイのセントラルフェスティバルっていうショッピングモールで買いましたね。でこれもハードディスクで、こいつなんですよ、問題は。これ何かっていうと、これはですね、なんと VR ゴーグルなんですよ。なんでこんなん持ってんのって感じなんですけど、これね、運動エクササイズもできるんですよね。これオキュラスクエスト2なんですけど、4万ぐらいしたかな。来る前に買って、運動不足になるのが嫌だったからこれを買ったんですけど、全く使わないね。めちゃくちゃ汗かくんですけど、これなんか最近全然やってなくて、で、運動不足はジムとかあるんで行けばいいんですけど、今度はもう絶対あれは持ってこないね。ここにあるこいつをもう買いました。こっちでベトナムのラザダっていう通販サイトでこれ買って、でコロコロやると、これ効くんですよね、一番ね。でお腹がね緩むのが嫌なんで、これがほんま一番効くんですよ、僕の場合でね。あと必需品、ここにもあると、これティッシュ必需品。ベトナムとかタイもそうですけど、東南アジアとかだと急にトイレに行きたくなった時にこれがないと死ぬ時がある。
で東南アジアだとお尻を洗う水道がついてるんですよ、トイレに。なので最悪それでガーって洗って、まあ水浸しですけどもう気にせずにズボン履いてっていうこともできるんですけど、これを持っとくとちょっと安心ですよね。だからこういうのは1個持っといた方がいいと思う。邪魔になるかもしれないけど、ポケットティッシュでもいいと思うんですけどね、持っといた方がいいと思います。こんなもんかな。とりあえずごちゃってしてますけど。でバッグがこいつはパソコンとか入れたりとか、ここマチがついてて、これこうちっちゃくなるんですよ、閉じると。普段はここにパソコンを入れてリュックとして持ち歩いてますね。移動の時はちょっとマチ広げて荷物ぶち込んで、これ機内持ち込みしてます。いつもパソコン入れるんで、パソコンをですね預けると、受託させるとちょっとね壊れたりとか乱暴な扱いされると壊れる可能性があるので、これはちゃんと機内に持ち込んで自分で管理で、こっちのちょっとこれねリュック、これ結構長い間僕旅の中で使ってて、これ40リッター入るのかな。これもマチがついてて縮めたり広げたりできるんですけど、パソコンも入れられるんですよ。これはいいですよね。どこのメーカーだったかな。ちょっとまた説明欄に載せておきます。これめっちゃいいですよ。これ日本旅するときはもうこれ1個でいけるんですよ。で海外はあっちのバッグもう1個持ってきましたけど、よっしゃ。